んにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は空物としては空前の大ヒットとなった GBWOX-C17 トランスポートの後継機と思われる QF008 ボーイング787 3チャンネル RC エアプレーンのレビューをお送りします。本機は2チャンネルと裏磁気にジャイロを乗せ一世を風靡した GBWOX シリーズの新製品でC17 トランスポートダイヤモンド BA62 に続く本シリーズ共通の両組み立て DIY と裏磁気です。DIY といってもリンケージや塗装を含め 70% 完成済みですからパーツを組み合わせ接着するだけ。ダミーエンジンの組み付けと主翼、尾翼、受信機を接着すれば完成する簡単な作業ですので、プラモデルよりも簡単なので初めての方でも安心です。さて、本機の実機モデルは商品名にもある通り、ボーイングの最新鋭機、ボーイング787です。35% もの高い比率で日本企業が製造に参加し、カーボンやグラファイト、セラミックなど、複合素材のてんこ盛り、初めての試みだったこともあって、製造が遅れに遅れ、なんとデリバリーは約4年遅れ。また、メインバッテリーの小型軽量化を目指し、旅客機で初めて高性能リチウムバッテリーを採用したものの、チャージャーの不具合で発火し、原因究明のため、米 FAA から運行停止命令で欠航しまくり、ロールスロイスエンジンの中圧タービンブレード破損の可能性から、またも運行停止の上に改修に半年近く要したり、日本の ANA が787の最初の1号機を就航させるローンチカスタマーに選ばれるも、様々な初期トラブルに付き合わされる格好になり、稀に見る踏んだり蹴ったりだったのは記憶に新しいところ。というわけで、日本ではちょっぴりネガティブな印象を持たれてしまったボーイング787をモデルとした本機は、細い幅で薄い主翼が実機以上によくしなるので、強度が不足していないかと一瞬不安がよぎりますが、同じ発泡素材でも、スチロール系とは違い、湾曲しても破綻せず、復元力も強い ETT 製なので、そこは無問題。ただ、ETT は発泡率を決定するビーズの小ささに限界があることから、細部の作り込みが不得意だという弱点があります。そこは最近の ETT 製空物 RC のトレンドに従い、プラパーツで細かいディテールを再現。787エンジンの特徴である波型シェブロンノズルは、プラパーツだからこそ実現できたと思います。カラーリングは757-200型機のプロトタイプから続くブルー基調のボーイング公式カラー。ただ、エンジンのナセルは本来の白色ではなく、シアンに染められており、他社製品よりも気合の入ったメッキ加工が自己主張するのに役立ってます。そうそう、他社製品の話ついでに説明しておきたいことがあります。これは純正送信機でのバインドの動作ですが、
というわけで、同一のプロトコルなら、メーカーを超えて相互利用が可能です。モーターテスト。本機は今や低価格2チャンネルトイラジで一般的となった左右モーターによるラダーコントロールと、その弱点となる昇降制御をホビーラジコン同等のエレベータープラスサーボで補う3チャンネル仕様。ラダースティックを左に倒せば右モーター出力が上がって機体は左方向へ。スティックを右に倒せば左モーター出力アップで右に行きます。左右モーターは非速をコントロールするスロットル機能でありますが、停止状態から全開にすると連動してエレベーターアップが1秒ほど維持されるので、離陸時のローンチコントロールだと思います。つまり停止から全開にするだけで滑走離陸するってことです。エレベーターは実機やホビーラジコンと同じく手前に引けば上昇、奥に倒せば下降となる動作。ただ、スロットルに比べてラダー側スティックの応答にナチュラル感はなく、スティックのセンターと最大頭角あたりの俯瞰帯、いわゆるデッドバンドが広いので、わずかな可動域での操舵を強いる RTF 付属コントローラーでは、機体性能を引き出すのは難しそう。右ショルダーにあるボタンを謳歌すると、高機動モードがオンオフできます。このモードでは、スティックを倒しきった時だけ、ジャイロが操舵に介入しなくなり、より高い機動性の発揮と自由なマヌーバが行えるようになります。ただ、映像にある通り、最大に切り切った時の打角が通常打よりも小さいので、見た目、動力が跳ね返されるような動きになって気持ち悪いです。ノーマルモードは普通の動作なので、ループや背面の時だけオンにするというのも良いかもしれません。ジャイロテスト。ジャイロが飛行モードの違いによってどのような補正動作になるのかご紹介します。まずは通常モードで推定飛行時、環境風などで機体姿勢に外力が加わった場合は、ピッチ変化に対してはエレベーターを、ロールや陽変化は2モーターで打ち消し補正を行います。また、本機のジャイロの特徴として、機体角に限度角制限を持っている点で、たとえアップを引き切った状態でも、一定の向かい角以上にならないよう介入してきます。失速抑制としては有効ですが、機動性をスポイルすることになるので、操縦に慣れてきたら、マヌーバの幅を広げるためにも、高機動モードで飛ばしましょう。このモードの場合、スティックを倒しきれば、ジャイロが介入しません。ルートを行う場合は、意図的に失速させたり、背面飛行でダウンを打ちっぱなしにするときに有効です。スペック。重量は 53.8g で、同時期に発売された XK-E747 や A380 よりも 6g 以上軽いです。しかもモーターは同じ 7mm 系でも 20mm 超のハイパワータイプ。よく飛びそうな予感がします。飛行テストで色々確認してみましょう。飛行テスト。スロットルを上げるだけで、ふわっと自動離陸。撮影日は少し雲がありますが、晴れ、微風という絶好の飛行環境。実は、初飛行は前日だったのですが、強風日だったため、大した飛行テストができなかったので、今日は、昨日できなかったごく低速、特に失速限界域での飛行テストから行いたいと思います。スロットルを絞って、エレベーターで向かい角を上げていきます。フラットはしますが、翼端失速してロール方向に逃げることもなく、ラダーの機器もエレベーターもほとんど変わらない、なかなか優秀な低速性能。無風から微風の環境下なら、スケール飛行がはかどりますね。
そうそう、ラダーは少し癖があって、パワフルなモーターが、ロール軸に近く搭載されているので、最初はダルなラダーが、切りっぱなしを続けると、巻き込むように、急にロールし、ジャイロがエレベーターに補正介入するので、小さいストールターンのように急旋回しちゃいます。ロールしやすいだけでなく、よく効くエレベーターと、パワーのあるモーターで、ループは簡単。もう一回ループ。勢いをつけたり、ダイブしたりせずに、フルアップ、プラス、フルスロットルで軽々できますね。もちろん、背面飛行もお手の物。慣れてくれば、背面飛行を長く維持できるようになってきて、背面のまま、ラダーでコントロールしながら、8の字とか描けるようになり、そのうち、飛行時間のほとんどを背面で操縦できるようになるくらい、コントロールが容易。背面飛行は、コブラ状態を維持しながらなので、非常に低速です。どのくらい容易かというと、片手操縦ができてしまうくらい。ただ、徐々にですが、高度が落ちていきますので、正面に戻す高度には注意が必要です。楽しい。パワフルなモーターのおかげで、コブラが維持できるのは、背面だけでなく、正面も同様なので、失速ギリギリの規則で機種上げし、フレアをかけながら着陸すると、素晴らしくエレガント。